やあやあやあ、闇のやり込みプレイヤーあかねちゃんやで、付き添いの葵です。前回はウェアウルフになってギャローズロックをクリアするところまでやったな。相手が人間だったっていうのもあるけどかなり楽勝だったね。せやけどまだまだ弱点も多いからな。今回もどんどん強化して最強のウェアウルフを作っていくで、よろしくお願いします。乗ってくわい。ウェアウルフに変身可能にはなったが、今のままやと1日1回しか変身できん。これやとさすがに面倒やからハーシーンの指輪を取りにファルクリースまで来たで。ハーシーンの指輪、1日に何度でもウェアウルフに変身できるようになる指輪だね。ファルクリース監獄にいるシンディングに話しかければクエストが始まるから、あとは長々と進めていくで。シンディングと共闘するルートだとハーシーンの指輪がもらえるんだっけ。せやな、この場合狩人どもと戦うことになるがこいつらのおやつにちょうどええな。ほいやばんなる貪欲ゲットやで。だんだん成長が遅くなるから早めにこれ取らないと後がきつくなるんだよね。狩人殲滅後洞窟から出ればハーシーンの指輪をもらえるで。これで回数制限を気にしないで変身できるようになるね。ほんじゃそろそろ錬金術スキルを鍛えていくで。ついに錬金術要素が出てきたね。まずリフテンに行って適当に杉竹をいくつか集めるで。枯れ木によくくっついてるやつだね。いくつぐらい集めればいいの？たくさん集めるに越したことないが、どうせ増やすから最低1個あれば十分やで。増やすってことは自宅で栽培するわけか。適当にいくつか集めたら、今度はリフテン南のクロムの道っちゅうダンジョンに行くで。そんなダンジョンあったっけ？ AE で追加された新ダンジョンやな。本当は新クエストで向かう場所なんやけど、今回は素材だけ持ち帰らせてもらうわ。わざわざ追加ダンジョンに行くってことは稼ぎにちょうどいい素材でも追加されたの？そうとも言えるしそうでもないとも言える。どう捉えるかや。つまりどういうこと？とりあえずグロムの道に着いたから先に中の敵を倒してまうで。今回は変身前に強戦士の怒りを使うで。ってことは結構強い敵出てくるんだ。ここにはゴブリン中心モンスターが出てくるんやけど、攻撃は全然大したことないがやけに HP が高いんよな。確かに攻撃力2倍にしたのにこの硬さはなかなかだね。入り口近くのゴブリン2体を倒したら変身を解除するで。そういえば素材を取りに来たんだっけ。それで欲しい素材って何なの？この紺色一本しめじを取りに来たんや。おう、確かに見たことない素材だ。ゴブリンが持っとることもあるし、洞窟内にもいくつか生えとるから適当に集めるで。このローブを着た死体より先に進むとまた戦闘になるから、この先には進まんようにな。この先って何があるの？ボスとか新しい従者がおるんやけど、今回は素材を取りに来ただけやからスルーするで。あとはリバーウッド周辺でもラタピネラをいくつか取れば素材集めは終了やで。ほいじゃあ次は集めた素材を栽培して増やすで。栽培ってことは自宅を作るの？いや AE で畑付きの自宅が追加されたからそこを取りに行くで。自宅作るの面倒だったしそれは嬉しい追加要素だね。ロリクステッドのそばにゴールデンヒルズ農場っちゅう建物が追加されとるから、ここで発生するクエストをクリアすれば自宅として使用できるで。どんなクエストなの？幽霊が出る屋敷で何が起こったか調べるホラーテイストのクエストだな。幽霊もまさかウェアウルフが乗り込んでくるとは思わなかっただろうね。幽霊を退治したら集めた素材を畑に植えていくで。杉竹、紺色一本しめじ、モラタピネラだね。何を何個ずつ植えるとかは決まってるの？とりあえず今は増やすこと優先で全部植えておいて、数の調整は後でやるで。そしたら次は執事を雇う必要があるからリバーウッドに行ってファエンダルを仲間にして、で農場に戻る前にいくつか建材を用意しておくで。結構大掛かりなんだね。やることはそれなりに多いが全ての設備を揃えた時の威力はなかなかのもんになるで。家の威力ってなんだよ。ほいファエンダルを執事に任命したら、追加で石と薪をいくつか集めて設備をまとめて作ってまうで。必要な素材は一覧にまとめておくから農場を使う際は参考にしてくれ。そしたら収穫物を回収して今度はちゃんと数を数えながら植えていくで。これ結構広いけど植えられる箇所何箇所あるの？さっき設置したプランターと合わせて34箇所やな。で1箇所から収穫できる個数が、杉竹は5個、紺色一本しめじとモラタピネラは3個ずつや。でこの3つの素材の数を揃えつつなるべく多く栽培できる振り分けは、紺色一本しめじとモラタピネラが17箇所ずつ、杉竹が10箇所になるで。結構多いけど1箇所から3から5個取れるなら簡単に増やせるね。上をだったら育つのを待つ間にソリチュードに買い物に行くで。レディアント装具店で錬金術のサークレットショーと錬金術の首飾りショーを買って、鍛冶屋で錬金術強化の不術付きのコテを買うで。コテの方はショーがついてない効果 15% のものが出るはずなんやけど、確率は低いからちょっと手こずるかもしれん。絶対に 15% のやつじゃないとダメなの？いやここの装備は稼ぎの効率化のために買っとるだけやから、
12%のやつで妥協しても稼ぎの時間が伸びるだけや、最悪錬金術強化装備が一つもなくても問題ないってことだね。今買える錬金術強化装備を揃えれば稼ぎ効率が 1.5 倍くらいになるから買っといた方がええと思うけどな。出た。15% の錬金術強化や。どれくらい時間かかったの？やってる時は長く感じたけど測ってみたら3分くらいやったわ。3分でその後の稼ぎ効率が上がるなら悪くはないね。ほんじゃ早速装備するで。装備する時の注意点やけど、地虫の兜を装備した状態で腕当てと首飾りを装備して、必ずサークレットを最後に装備すること。これで全ての装備の効果が 1.25 倍されるで。そういえばウェアウルフになったから吸血鬼は治ったわけだけど、アンデッド残存バグは成功してたみたいだね。アンデッド残存バグを理解するのにうちがどれだけ検証したと思っとるんや。アンデッド残存博士と呼んでもええんやで。本当にその呼び方でいいの？農場に戻ってきたけどまだ作物は育ってなかったから、とりあえず今ある分だけ調合してまうで。調合を開始する前に錬金術師のパークを取得して稼ぎ効率を上げておくで。ほんじゃいよいよ調合開始や。紺色一本しめじと杉竹とモラタピネラだね。どんな効果になるのかな。ほい、持ち運び上昇、スタミナを回復、幻惑上昇、マジカ回復の4つの効果を持つ薬を作れたで。おう、4つも効果があるのはすごい。これが AE 環境で一番稼ぎ効率がいい組み合わせなんだね。ちゃうけど？はあ。栽培可能な素材で最も稼ぎ効率がいいのは SE と変わらずクリープクラフター、杉竹、モラタピネラの組み合わせやで。じゃあなんでその組み合わせにしないの？これやったことある人なら共感してもらえると思うんやけど、クリープクラフターの収穫がめっちゃ面倒なんや。収穫が面倒。クリープクラフターは判定が地面に吸われてうまく収穫できんのよな。ごく狭い範囲だけ収穫可能な判定があるんやけど、その狭い判定を探り当てる作業を何十回もやりたくない。そっか。薬の効果を上げるパークは取得可能になったらその都度取っていくで。なるべく早く取った方がその後の稼ぎ効率も上がるしね。素材を使い切ったら植えた分が育つまで待つ必要があるんやけど、これには3日かかるで。3日か。待機で時間飛ばそうと思ったら結構かかるね。普通に待機するよりファストトラベルした方が早いから今回はその方法を使うで。まずリフテンに行って、次にソリチュードに行って、でまたリフテンに行く。それから農場に戻ってくれば作物が復活しとるで。へえ、こんな方法もあるんだ。普通に待機した場合よりどれくらい早くなってるの？まあ10秒くらいやな。なんだたったの10秒か。いや1回あたりは10秒でも何度もこの作業を繰り返すこと考えるとこれはやっておいた方がええで。確かに何回もやるならそうかもね。ほい、全部収穫するとそれぞれの素材の数はこんな感じになるで。だいたい50個ずつか。ほぼ均等に揃ってるね。うちの完璧な計算のおかげやな。中学生レベルの数学で威張るな。で、この農場の特徴として育てた作物を自動で収穫してくれるっちゅう機能があってな。この棚を調べれば植えた箇所に応じた数の素材を手に入れられるで。おう、これは便利だ。あれでも素材の数の均等が崩れちゃってない？いや、棚の素材まで考慮すると計算が面倒やったから、完璧な計算とは一体。ほい、ちゅうわけでこれを何回か繰り返して錬金術スキルを100まで鍛えたで。錬金術師の5段階目がレベル15で取れたからレベルはそこで止めてるで。ステータスの振り分けはどうしたの？全部体力にしたから現在のステータスはこんな感じや。中華今後は全て体力に振り分けるからそのつもりでな。本当にスタミナは1回しか上げないんだね。ほい、それじゃあ今回はここまでやで。今回は農場がメインだったね。新要素が出てくるとどうしても尺使ってまうな。そういえば前回の解説に間違いがあったから訂正するで。間違い。ゴージングは変身時間が伸びるだけで体力の回復量は変わらんちゅうたやん。あれ間違いやったわ。じゃあ説明文通りの効果だったってこと？ゴージング取得済みのキャラでダメージを表記するモッドを入れた状態で死体を食べると、これ50しか回復してないように見えるんやけど、実際にはちゃんと100回復しとるんや。あれじゃあなんで表記は50だったの？全く同じタイミングで全く同じ量だけ回復してるから、表記が完全に重なってしまってるわけやな。それで勘違いしちゃったんだね。というわけで前回のゴージングで回復量が増えないという解説は間違いでした。間違った情報を発信してしまい申し訳ありませんでした。こんな感じでうちの解説は間違うことも結構あるから、今後も訂正することはあると思うで。ちゅうわけやからうちの訂正を見逃さないためにもフォロー、チャンネル登録よろしくやで。どんな催促だよ。いいね、高評価もお願いします。ではまた次回。